男は家へ帰りました。女は嬉しげに彼を迎えました。どこへ行っていたのさ。無理なことを言って、お前を苦しめてすまなかったわね。でも、お前がいなくなってからの私の寂しさを察しておくれな。女がこんなに優しいことは今までにないことでした。男の胸は痛みました。もう少しで彼の決意は溶けて消えてしまいそうです。けれども彼は思い決しました。俺は山へ帰ることにしたよ。私を残してかえ？そんなむごたらしいことがどうしてお前の心に住むようになったのだろ女の目は怒りに燃えました。その顔は裏切られた悔しさでいっぱいでした。う。お前はいつからそんな薄情者になったのよ。だからさ、俺は都が嫌いなんだ。私というものがいてもかえ？俺は都に住んでいたくないだけなんだ。でも、私がいるじゃないか。お前は私が嫌いになったのかえ？私は、お前のいない留守は、お前のことばかり考えていたのだよ。女の目に涙の雫が宿りました。女の目に涙の宿ったのは初めてのことでした。女の顔にはもはや怒りは消えていました。つれなさを恨む切なさのみが溢れていました。だってお前は都でなきゃ住むことができないのだろう。俺は山でなきゃ住んでいられないのだ。私は、お前と一緒でなきゃ、生きていられないのだよ。私の思いが、お前にはわからないのかね。でも俺は山でなきゃ住んでいられないのだぜ。だから、お前が山へ帰るなら、私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でも、お前と離れて生きていられないのだもの。女の目は涙に濡れていました。男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました。涙の熱さは男の胸に染みました。確かに女は男なしでは生きられなくなっていました。新しい首は女の命でした。そしてその首を女のためにもたらすものは彼の他にはなかったからです。彼は女の一部でした。女はそれを話すわけにいきません。男のノスタルジーが満たされたとき、再び都へ連れ戻す確信が女にはあるのでした。でも、お前は山で暮らせるのか？お前と一緒なら、どこででも暮らすことができるよ。山にはお前の欲しがるような首がないのだぜ。お前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら、私は首を諦めるよ。夢ではないかと男は疑りました。あまり嬉しすぎて信じられないからでした。夢にすらこんな願ってもないことは考えることができなかったのでした。彼の胸は新たな希望でいっぱいでした。その訪れは唐突で乱暴で、今のさっきまでの苦しい思いがもはや捉えがたい彼方へ隔てられていました。彼はこんなに優しくはなかった昨日までの女のことも忘れました。今と明日があるだけでした。二人は直ちに出発しました。びっこの女は残すことにしました。そして出発の時、女はびっこの女に向かって、じき帰ってくるから待っておいで、と密かに言い残しました。目の前に昔の山々の姿が現れました。呼べば答えるようでした。弓道を取ることにしました。
その道はもう踏む人がなく、道の姿は消え失せて、ただの林、ただの山坂になっていました。その道を行くと、桜の森の下を通ることになるのでした。背負っておくれ。こんな道のない山坂は、私は歩くことができないよ。あ、いいとも。男は軽々と女を背負いました。男は初めて女を得た日のことを思い出しました。その日も彼は女を背負って峠のあちら側の山道を登ったのでした。その日も幸せでいっぱいでしたが、今日の幸せはさらに豊かなものでした。初めてお前に会った日も、おんぶしてもらったわね。と、女も思い出して言いました。俺もそれを思い出していたのだぜ。男は嬉しそうに笑いました。ほら、見えるだろ？あれがみんな俺の山だ。谷も木も鳥も雲まで俺の山さ。山はいいな。走ってみたくなるじゃないか。都ではそんなことはなかったからな。初めての日は、おんぶして、お前を走らせたものだったわね。本当だ。ずいぶん疲れて目が回ったものさ。男は桜の森の花盛りを忘れてはいませんでした。しかし、この幸福な日に、あの森の花盛りの下が何ほどのものでしょうか。彼は恐れていませんでした。そして桜の森が彼の眼前に現れてきました。まさしく一面の満開でした。風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています。土肌の上は一面に花びらが敷かれていました。この花びらはどこから落ちてきたのだろう。なぜなら、花びらのひとひらが落ちたとも思われぬ満開の花の房が見晴かす頭上に広がっているからでした。男は満開の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。彼はふと女の手が冷たくなっているのに気がつきました。にわかに不安になりました。とっさに彼はわかりました。女が鬼であることを。突然どっという冷たい風が鼻の下の四方の骸から吹き寄せていました。男の背中にしがみついているのは、全身が紫色の顔の大きな老婆でした。その口は耳まで裂け、縮れた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり、彼の喉に食い込みました。彼の目は見えなくなろうとしました。彼は夢中でした。全身の力を込めて鬼の手を緩めました。その手の隙間から首を抜くと、背中を滑ってどさりと鬼は落ちました。今度は彼が鬼に組みつく番でした。鬼の首を絞めました。そして彼がふと気づいたとき、彼は全身の力を込めて女の首を締め付け、そして女はすでに息絶えていました。彼の目は霞んでいました。彼はより大きく目を見開くことを試みましたが、それによって視覚が戻ってきたように感じることができませんでした。なぜなら、彼の絞め殺したのはさっきと変わらずやはり女で、同じ女の死体がそこにあるばかりだからでありました。彼の呼吸は止まりました。彼の力も彼の思念もすべてが同時に止まりました。女の死体の上には
すでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺さぶりました。呼びました。抱きました。徒労でした。彼はわっと泣き伏しました。多分彼がこの山に住み着いてからこの日まで泣いたことはなかったでしょう。そして彼が自然に我に帰ったとき、彼の背には白い花びらが積もっていました。そこは桜の森のちょうど真ん中のあたりでした。四方の害は花に隠れて奥が見えませんでした。日頃のような恐れや不安は消えていました。花の害から吹き寄せる冷たい風もありません。ただひっそりと、そしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした。彼は初めて桜の森の満開の下に座っていました。いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。桜の森の満開の下の秘密は誰にも今もわかりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。彼は初めて四方を見回しました。頭上に花がありました。その下にひっそりと無限の虚空が満ちていました。ひそひそと花が降ります。それだけのことです。他には何の秘密もないのでした。ほどへて彼はただ一つの生温かな何者かを感じました。そしてそれが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました。花と虚空の冴えた冷たさに包まれて、ほの温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした。彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました。彼の手が女の顔に届こうとしたときに、何か変わったことが起こったように思われました。すると彼の手の下には降り積もった花びらばかりで、女の姿はかき消えて、ただいくつかの花びらになっていました。そしてその花びらをかき分けようとした彼の手も彼の体も、伸ばした時にはもはや消えていました。後に花びらと冷たい虚空が張り詰めているばかりでした。